最近買った本がすっごく良かった。 NHK 趣味悠々2001年のテキスト、アメリカンキルト物語。アメリカの生活史を学びながら、それぞれの時代に作られた布やパターンにまつわる物語をたどる。ヴィンテージファブリックやフィードサックが好きなら絶対楽しめる一冊。買ってよかったです。同じくヴィンテージファブリック好きの友達あんちゃんにこの感動を共有したくて2冊目を購入しました。発送準備をします。あんちゃんとは好みが似ているところが多いので、この本絶対好きなはずと思ってる。今となってはテキスト見ながら想像することしかできないけど、アメリカンキルト物語ってどんな番組だったんだろうってすごく気になる。皆さんこんにちは、柳千佳です。今回はオクタゴン八角形のティーマットを作っていきます。まずは型紙作り。ティーマットを作る理由はただ一つ。2025年やりたいことリストの中にある項目の一つ、自分の部屋に手作りのインテリア小物を増やす。年末までいろいろ作るつもりです。ティーマットにオクタゴンのパターンを選んだのは、オクタゴンが並ぶ感じが敷き詰められたタイルみたいで可愛いかなと思ったから。カラフルなタイルの上でお茶会をするイメージです。さて、なんとなく机の大きさを測っています。この机にはオクタゴン縦4個横5個くらいがちょうどいい気がする。そして結局私は赤とピンクが好き。このピンクのドット柄、持っている布の中で5本の指に入るくらい好き。大好き。キルトを始めたばかりの頃に一目惚れで購入して、なくなるのが嫌で、もうずっと大事に少しずつ使ってる。そういうお気に入りすぎて、しかももう買えないから大切に使ってる布って誰しも1枚はあるのではないでしょうか。本と違って布はすぐに廃盤になるというか、一期一会率が高いから、これだと思ったらその時に買うようにしてる。1年後数年後にやっぱりこの布買い足したいなと思って買い足せたことなんてほぼないし、あとイベントで何の気なしに買ったカットクロスセットに入っていた布を気に入って、後からもっと欲しいと思っても布の耳がないから、どのメーカーのどんなデザイナーさんのいつ頃の布なのか全く分からず買い足せないのもよくある。そういう手に入れられなかった後悔ももちろんあるけど、それよりも出会えた喜びを大切にしたいよねっていう。縁あってうちにやってきた布たち、もうみんな愛おしい。布って眺めているだけでも幸せなんだけど、作品にできたらもっと幸せ。オクタゴンは全部で20枚必要なので、他の色もここで混ぜていきます。好きな色、好きな柄を集めたティーマットにしたいなって思ってる。あと必要なのはフルーツいっぱいのタルト。チーズケーキもいいななんてあれこれ想像してしまう。オレンジ、黄色、緑、あとちょっと黒も加えたい気分。パッチワークキルトの制作過程で配色を考えている時が一番好きです。どうすればもっと可愛くなるかなってずっと考えてる。自分だけの好きを形にしていく面白さって何者にも代え難い。布がカットできたら配置を決めていきます。こんな感じであちこち入れ替えてみます。正解はないけど、自分が心地よいと感じるバランスを探す。あれこれ悩むのもまた楽しい。四角の部分は濃いめの赤にします。この布最近買ってすっごくお気に入り。ゴールデンウィークに作ったクッションカバーでも使ったやつ。一見無地に見えるけど、よく見ると細い線で描かれた花柄が細かく入っていてすごく素敵です。全部並べてみてバランスを確認します。手縫い用の糸はピ
ピセ一択です。配置を決めたら一気に縫っていく。自分の好きなものを好きなように作る。こんな休日最高じゃん。そんな気持ち。やっぱりつながってくると次へ次へと縫いたくなる。そんなこんなで夢中でやってたらいつの間にやら15時前。そういうのよくある。サクッとお昼ご飯食べて休憩したいと思います。随分と日が長くなって夕方というか夜に散歩するのも楽しい。今日中にトップ完成させたいのでもう一頑張り。基本私は夜型なので夜の方が目が冴えていることが多い。できました。キルティングはまた後日。さて、本日キルティングデーとします。裏布と、あとバインディング用の布、どちらも羽の柄にしました。3層に重ねてずれないようにピンで留めます。日用品のキルティングはミシンでやる派。やっぱり丈夫に作りたい。キルティングを入れると布たちがまた一段と生き生きし始める、この感じが好き。キルティングしている時は基本的に無心です。キルティングラインが歪まないようにひたすら一点を見つめて集中している。集中。はい、全体にキルティングが入りました。不要な部分をロータリーカッターでカットします。部屋が狭いのでミシンが終わるたびにミシンを床に下ろして、それで作業スペースを確保する必要があります。大きなテーブル、作業台がある部屋に憧れはあるけど、それでも今の部屋が好きだから全然気にしない。バイアステープを縫い付けていきます。ここまで来たらあともう少し。どんどん可愛くなれの気持ち。角の部分少し丸くしたのでゆっくりゆっくり縫います。流行る気持ちを抑えて一針一針ライン上に確実に針を落としていく。これで一周。
今日は一旦ここまでです。ずいぶん前に購入したものがようやく届きました。やった！出来上がった作品の写真や動画を撮るときに、その日の日付がわかるものを一緒に写したくて、カレンダーを探していました。こちら、購入したのは1日1パターンが掲載されている日めくりの万年カレンダーです。かわいい。著者名、書籍名、出版社名は字幕に書いておきます。ずいぶん昔に発売されたものなので中古を探して買いました。めちゃくちゃかわいい。写真撮るの楽しみです。そして最後の工程、バイアステープを奥立祭りで祀る。大切に使い続けたいから最後まで丁寧に丁寧に。自分の中にある妥協せずに作りたいって気持ちは大事にしています。よし、オクタゴンのティーマット完成です。可愛くできた。嬉しい。このキルティングのプクプク感が大好きです。可愛くできたので、色違いでもう1枚作ることにしました。2枚目は明るい青と緑に大好きなピンクをプラス。1枚目と雰囲気を変えてその日の気分で楽しめるようにコツコツ塗っていきます。仕事終わりにコツコツ、休日にコツコツ。結局コツコツが最強なんだよな。斑点とかゼリーが似合うティーマットにしたいなーって、そんなイメージが湧いてくるのはもう夏だからだろうか。夏だからですね。いつも赤やピンクばかり使ってしまうから、たまに違う色を主役にすると新鮮な気分です。できた。夏に使いたい爽やかな青と緑のティーマット。ここにね、鹿さんもいます。それから大好きな布ばかり集めた赤とピンクのティーマット。どちらも可愛くできて嬉しいです。というわけで、ケーキ屋さんでタルトを買ってきました。白桃のタルトとシャインマスカットのタルトがあって、すっごい迷ったけど白桃にした。お茶はジャスミンティーです。いただきます。
美味しすぎる。ごちそうさまでした。こちらは最近ずっとキルティングしているハートのキルト。ついにキルティングが終わりそうです。長かった。おばのまねっこで作り始めて早4年。完成に近づいていると思うと感慨深いものがあります。よし。できた。それではしつけを外していきます。キルトってしつけを外すと急に違う顔を見せたりするからいつもびっくりする。片時も離れず一緒にいたのにふと目を離して振り向いたら急に成長した姿で立っている感じ。これがあなたの本当の姿だったのって、そんな物語みたいな瞬間があったりします。私だけかな。よし。キルティング終わるともう完成した気分になっちゃうけど、実はそこからが結構長くて、不要部分をカットしてバイアステープ縫い付けて裏をまつって、まだまだ先は長いなーなんて思ったりもするけど、でも頑張れる。ゴールは見えてるんだから全力で駆け抜けるだけ。日も暮れて夜、ハートのキルト完成です。明日朝起きたら壁に飾ろう。いつかこの壁をキルトで埋め尽くしたいなって思っている。次はアップルツリーの上側に飾るキルトを作りたい。次は何を作ろうって考える時間、この上なく楽しい時間です。以上、2025年初夏から夏にかけての手仕事の記録でした。ご覧いただきありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。